今週もご覧いただきありがとうございます。金子時計店と敬愛ウォッチの金子です。今日は気分転換にお店で撮影していました。それともう一つ気分転換で、時計とは関係のないポイントを最初に持ってきました。それがこの T シャツです。これはみぞらさんがやられているみぞらウォッチマンのオリジナルで、そちらで購入させてもらったものです。みぞらさんこと溝口さんとは一緒に働いていたことがあって、福岡の天神にある中古の時計を販売する時計売り場で一緒に働いていたことがあります。溝口さんはなので私の先輩にあたります。溝口さんはその時からとても信念やこだわりが強くて、人の意見に流されずに自分の意見をはっきり言える方で、とても堂々とされていたので、特に私はその時ブレまくりのビビリで、何をするにも怖くて、で人の意見に流されつつ自分の意見も言えないって感じだったので、溝口さんみたいに頑張ったらなれるんかなって思った記憶があります。そしてその彼のこだわりとか信念がみぞらウォッチマンというお店によく現れているなと思います。また前置きが長くなってしまいました。今日のテーマに移ります。今日のテーマはドイツ時計についてです。敬愛ウォッチの方にブルーのゾンレイが2本入荷しましたのと、金子時計店でドイツ時計をご購入いただいたお客様から動画のリクエストをいただきまして、ドイツ時計の魅力について知りたいということでしたので、今日はそれについてお話ししたいと思います。ただドイツ時計の魅力が多すぎて一つの動画に収まりそうにないので、2回に分けてやりたいと思います。今日はその第1弾とさせていただきます。よかったらご覧ください。まず時計のドイツブランドについてです。2013年時点でドイツブランドが約80種類あると言われていました。それから減ったり増えたりしているはずですが、今でも同じぐらいの数があるんじゃないかなと思います。当店で積極的に取り扱い、買い取り販売しているブランドがこのような感じです。当店で取り扱いしていない高級ドイツブランドがこのようにあります。日本未入荷のドイツブランドが2015年時点で53ブランドあると言われていました。スターインハルト、デファクト、ウニオングラスヒュッテなどは最近日本でも聞くことがありますが、ドイツにもまだ日本に入ってきていない魅力的な時計ブランドがたくさんあります。次にドイツ時計の魅力についてお話しさせていただきます。あくまでも当店で取り扱いがあるブランドに関して私が個人的に感じている魅力です。一番の魅力は真面目に作ってかつ適正価格をつけてある点だと思っています。真面目に作ってっていうのは、機械や外装の品質が良くて無駄がなく、丈夫、手抜きなしできっちり仕上げてあるということです。長年ミドルクラスの時計の輸入をされている方が雑誌で、15年間ドイツ時計にはほとんど不良品がなかったとおっしゃっていました。素晴らしい品質管理です。ドイツ時計が真面目と思う他の理由の一つに、クォーツ時計でも手を抜かないという点があります。このブルーノゾンレイのクォーツ機械を見ていただくと、ある程度ご納得いただけるかと思いますが、ジータ、プレート、歯車、受けなど全てのパーツが金属製で、ネジも含めて全て自社工場で製造されています。このブルーのネジはブルースチールで、青焼きや青ネジとも言われますが、手がかかる仕上げで、全てこのネジに交換されています。ブルーノゾンレイはこの機械を自社製クォーツと言っています。クォーツ時計に関しましては、もちろんブルーノゾンレイ以外の例えばユンハンスとかジンとかでも機械式時計と同じぐらいの品質で作られています。ドイツブランドは基本的に価格が抑えめで適正価格だと申し上げましたが、中には定価を上げているブランドもあります。ただその上げ幅が全て利益のため、利益につながるわけではなく、上がっていると思われる人件費や材料費、ムーブメントや部品の高騰、ムーブメントの自社開発をしているのであれば、その開発費などもかかりますので、そういったことを考慮すれば適切な上げ具合だと私は思います。
商売なので悪いことだとは思いませんが、いかにコストを下げて定価を上げるか、つまり利益や株主重視でユーザーさんの方をあまり向いていないように見えてしまうブランドもある中で、ドイツブランドにはそういったメーカーが少なく好感が持てます。2番目の魅力は我が道を行く姿勢です。派手さはありませんが、流行りにほとんど影響されず、黙々と自分たちが作りたい、自分たちがいいと思う時計だけを作り続けているように見えます。私はそれがものづくりの本質だと思っていて、そこに信頼し、共感し、尊敬の念を抱いています。それができるのも大手資本に属していないからだと言えます。時計の大手資本はスウォッチグループ、リシュモングループ、ルイ・ヴィトングループ、ブルガリグループなど大きなグループがいくつかありますが、冒頭に見ていただいたリストの中でも大手資本に属しているのはランゲ&ゾーネ、リシュモングループ、グラスヒュッテオリジナル、スウォッチグループ、この2つぐらいです。大手資本に属さないことでマイペースに自分たちが作りたいものを作れるっていうメリットがあります。華やかさやステータス性は低いかもしれませんが、販売戦略やブランディング、派手な広告などに重きを置かず、自分たちの時計作りに真摯に真面目に地に足をつけて向き合うことができています。今回私が思うドイツ時計の良さについて2点お話しさせてもらいました。次回また2点お話ししたいと思います。この動画を作るにあたって自分が思うドイツ時計の魅力を改めて紙に書き出してみたんですけど、思ったより量があって、1回の動画じゃ入りきらんってなった時に主人が横から冷静に2回に分ければええやんっていうので2回に分けることにしました。なるべく多くのドイツ時計の魅力を伝えるためです。また来週も続きご覧いただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。